困った迷子の勝利たん、お城の位置がわからにゃい、そこへ猫耳メイドさん。ご主人様、お帰りなちゃいませ。お屋敷までご案内いたしますにゃん。ちょっと待て勝利、なんでそこに猫耳メイドが出てくるんだよ。バラモン、お兄ちゃんと呼べと言ってるだろうが。いいかゆうちゃん、俺はな、常に第一にゆうちゃんのことを考える主義だが、第二と第三は萌えの追求に捧げると決めているんだ。そういう意味不明なことを大声で主張するなよ。何を言う。未来の都知事の所信表明だぞ。ありがたく排除しろ。信じれば夢は叶う。友情努力勝利。 Yes we can。 なんじゃそら夢か。そうだよな。よかった。じゃねえよ勝利のやつ、なんでこんなことになっちゃったかな。おや、今一番鳥が鳴いたところなのに、もうお目覚めでしたか、陛下。陛下じゃないだろ、コンラッド。はい、ユーリ、おはよう。よく眠れたかな。いや、なんか変な夢見ちゃってさ、がっつり目が覚めちゃったとこ。変な夢？バカ兄貴が迷子の子猫ちゃんになってる夢。ああ違う、子猫ちゃんはメイド服で登場するみたいなんだけど、多分ずいぶん迷走気味な夢ですね。ま、勝利らしいテイストだけど。はあ、勝利のやつ、たく何やってんだかな。勝手にどっか行っちゃうし、魔族のみんなに迷惑かけてさ。いい年して迷子になるなんて本当はありえないんだけど。迷子というには少々厳しい状況ですけどね。うん、白いカラスとかってうさんくさい連中の姿もちらついてるもんな。その白いカラスの本拠地が大シマロンにあるということが、俺としては一番不愉快なんですけどね。コンラッドだよな。あんた大シマロンとは他人じゃない感じだし。いや、きっぱり他人ですよ。あくまでも俺は魔族の軍人だから。まあ利用できるものはとことん利用するつもりではあるけれど。それはつまり自分の大シマロンでの特別な立場とか。うん、それがどれくらいの効力を持っているかはまた別の話ですが、まあそんなとこ。ベラールもランジール2世も正直いけすかないんで。うわ、なんか黒い。なんかコンラッドのダークな一面を見ちゃった感じ。え、黒は大好きな色だけど、そんな底意地悪いみたいに言われるとちょっとへこむな。ごめんって。でもコンラッドって時々笑顔で毒吐くからさ。ああ、それより今は勝利だよ。そうでした。もう大シマロンへ向かう兵士たちの手配は済んでます。ユーリも早く出発の準備をしないと。だな。でも本当にどうして勝利なんだろう。どうしてって？いや、なんかさ、勝利ってほら、俺が言うのもなんだけど頭いいし、変な男だけど容量もいいじゃん。変な男呼ばわりは勝利がかわいそうですよ。弟思いの立派な兄上なのに。立派かね。少なくとも有利を思う気持ちは確実にトップクラスだ。過保護なんだよ、あんたたちと同じでさ。過保護か。ああ、そういえば。ん？お前だけは目の敵にするぞ。俺はどうしたんだいきなり。ズバリ言おう。お前と俺の立ち位置はかぶりすぎている。立ち位置？そうだ。まずユウちゃん第一主義、そしてブラコン気味である。その条件ならうちの弟にも当てはまるんだが。さあせんだよおい。あの金髪婚約者は確かにどうしようもなく傲慢で生意気だが、絵に描いたようなツンデレという貴重な属性を有している時点で俺的心の中立地帯にいるからいいんだ。勝利相変わらず専門用語が多いな。しかしウェラ今日あんたは別だ。ユウちゃんの庇護者というポジション、そして
魔族にしては地味と言われている割に密かにモテキャラだったりするという小憎らしい演出まで。メガネ優等生ながら小粋なトークで的確なフラグ立てまくりで主要ヒロインに軒並みモテまくる俺とあまりに似すぎている。モテるんだ勝利。おお、なんだよその意外そうな顔は。いや失礼。いいかウェラ卿、俺が落とすオニャの子が3次元の存在だと思ったら大間違いだぞ。それは自慢するところなのか？とにかくだ、俺はお前を認めない。それだけはよーく覚えとけ。了解。肝に銘じるよ、魔王陛下の兄上殿。それだ、そうだそういうすかした余裕の態度が無性にムカつくんだ。そんなこと言われても。もしもーし。コンラッド？ああ、すみません。以前勝利に絡まれた時のことをふと思い出した。何？あのバカ兄貴コンラッドに絡んだりしてたの？なんで？微妙な認識のズレによるちょっとした意見の相違かな。また難しいこと言ってごまかす。ごまかしてないよ。勝利の生き様が奥深くて俺ごとき凡人じゃ足元にも及ばないって話。勝利がそこまで持ち上げられると逆になんか怖い。まあまあ、身内だからって減点しすぎるのは有利の悪い癖。勝利は地球の次期魔王候補だし、あのボブが認めた男なんだから将来有望だろ。その辺がまた信じられないんだよな。ボブも得体が知れないし、おまけに本人はまだ東京都知事の夢を捨ててないみたいだろ。埼玉県民なのにさ。まあどっちにしろ大物だ。そうかな。だからできるだけ速やかに彼を見つけ出さないと。だよな。ごめんほんと、みんなに迷惑かけて。迷惑なんて思ってませんよ。勝利のことももちろん有利のことも。でもさ、これが大賢者殿の予想通り何者かの陰謀に巻き込まれたんだとするとまた厄介なんですけどね。それこそ兄弟揃って何やってんだよって話だよな。勝利なんてもういい大人なのにさらわれちゃったって話だろ。勝利は俺たちのような軍人じゃない。相手が訓練されていて、ましてや複数なら抵抗できなくても仕方のないことでしょう。そうなんだけど、でもな。でもやっぱりヒロインはさらわれてなんぼだな。なんだよいきなり。何の話？人は理由なく檻に繋がれるものではない。かといってたとえどんな事情があろうともむっさい野郎どもを繋いだところでちっとも美しくない。だからこそあえて言おう。獄中で絵になるのはやはり囚われの姫君であると。わかった。またゲームの話だろ。そんなくだらねえことここで全力で主張されてもさ。お前は本当に萌えの心を理解しない男だな。別にしたくないし。萌えは日本男児が生み出した繊細かつ国際的なフィーリングだぞ。茶道のわびさびと同じカテゴリーなんだからな。そんなくくりにしたら小林一茶が泣くぞ勝利。お兄ちゃんだ。たくお前はどんだけ頭の固い当変木のおバカチンなんだ。そんなんだから婚約者にいつまでもヘナチョコ呼ばわりされるんだぞ。そこまで言う？言うとも言いますね。萌えは男のロマンだ。それを理解しないゆうちゃんなんて醤油の味を知らない日本人みたいなもんだもんね。プーンだ。いい大人がプーンとか言うな。まああれだ、俺はな、ヒロインはさらわれてこそ花と言いたいわけだ。考えてもみろよ。つなぎと帽子とヒゲがチャームポイントのあいつも命がけで助けに行くのはピーチピンクのお姫様なわけだろ。またそのネタかよ。いいよもうイタリアのご兄弟の話は。まあ落ち着け。古典作品にはいろいろとこう人生の指針となる眼蓄があっててか古典じゃねえし。何がどうしたって？ごめん。なんか俺も勝利に絡まれた時のことを思い出してた。それはまたどんな？なんだっけな。
若くてピーチピチなお姫様が下水管工事従事者っぽい中年男性と恋に落ちるのは誘拐だの幽閉だのされた末の救助劇のおかげだとかで、これを確かなんとか橋効果、飯田橋、あれ水道橋、東京ドームか、あれなんだっけな、吊り橋かな。それだ、吊り橋効果ね。なんかピンチのドキドキを恋愛のドキドキと勘違いしちゃうんだってさ。なるほど。それでこれに似た現象でスコットランド症候群とかいうのもあるらしいんだけど。ストックホルムシンドロームじゃないかな。極限状態に置かれた被害者が当の犯人に好意を持ってしまうという。ビンゴ、それだ。まあ例の姫君誘拐事件には当てはまらないんだけど、その理屈でいくと姫とラスボスの亀の親分がラブラブになっちゃうから。ユーリ、この話の着地点が見えないんですが。ごめん。いやつまり今思い返してみると、勝利のやつ実はさらわれ願望とかあったかもしれないなーって。いやひょっとしたらって話。あいつの思考回路って計り知れないところがあるし、まさかとは思うけど、万が一ヒロイン気分を疑似体験とか変な衝動に駆られたりしたら、勝利なら何やっても不思議じゃないなと思って。よくわからないけど、勝利の行動力は抜群って解釈でいいのかな。まあ確かに変な行動力はあるよな。時々無茶をするところがあるから心配だね。マジで心配。勝利っていっつもそうなんだよな。ああ見えてさ、意外と正義感強くて喧嘩っ早いし、思い込んだら後先見ずに突っ走るし、言い出したら聞かないとこあるし。何笑ってんだよコンラッド。いや失礼。さすが兄弟、有利にそっくりだなと。全然似てないよ。似てないと思っているのは本人たちだけかも。そのセリフそのままあんたたち3兄弟に返してやるよ。だいたい俺とそっくりなんて言われたら、こんなおバカチンと一緒にすんなーって勝利が怒るって。そうかな。そうだって。あいつ脳みそ筋肉族の俺と違って頭だけはいいんだから。性格はちょっと悪いけど、でも根っから悪いわけじゃないけどな。まあ俺は嫌なんだけど、文句言いながらテストの山張ってくれたりするし、俺の小遣いがピンチの時は時々野球雑誌買ってくれたりするし、草野球の練習の時にうちのチームのみんなに菓子パンと飲み物を差し入れてくれたりもするし。だから何笑ってんだよ。有利は勝利が大好きなんだね。なんでそういう話になるわけ？怒らない。仲良きことは美しきからって日本の有名なアーティストも言っているでしょ。そうなの？多分ね。俺も詳しくはないんですけど。もう2番鳥も泣いちゃいましたよ。早く支度をしないと。勝利を迎えに行きましょう。